FM Osaka 85.1. あんた、踊れるかい FM Osaka Osaka. 7月5日金曜日夜8時になりました。こんばんは。あかねクラブ FM 大阪のスタジオから、いよいよ明日でございます。アバンギャルディセカンドワンマンライブ宣戦布告大阪ラストを、迎えます。本チームアバンギャルディをプロデュースしている振付師あかねがお送りします。はい、もういよいよね、日本でのツアー宣戦布告がですね、ラストでございますよ、明日。めっちゃ楽しみやわ。もう大阪がね、一番オーラスということなんで、まあ地元のね、皆さん、関西圏の皆様はね、すごく楽しみに待ってくださってたと思います。まあすでにね、名古屋、福岡、広島、東京と回ってきました。そのライブを見てくださった方もですね、もう一回ちょっと見に来てほしいって思える、そんなライブでございます。本当にね、この2ヶ月間、だいぶみんな成長できたんじゃないかしら。そう思いますね。本当にいろいろありましたから、このツアー期間中もね。はい。なんで、ちょっと最後をね、ぜひ皆さん見届けてほしいなと思います。はい。そして、まあ、先週ですね、ちょうど、台北でね、初の海外ライブでございました。まあもう本当にね、海外でまあ単独ライブっていうのは今回初だったんですけど、まあこれまでも今までもいろいろ海外でもパフォーマンスして、やっぱり思うのはですね、もう本当に皆さん、なんて言うんだろうな、声援というか、ヒャーとかの声がもうとんでもないんですよ。まあでもちょっと初めてのライブでね、実際本当お客さんがどのぐらい来てくださるんかとか、どういうライブになるんかなっていうのも、行ってみないとわかんない状況だったんですが、4公演やりましてですね、もうほぼほぼ、もう満席状態。で、最後の千秋楽はですね、もう立ち見も出るほどのチケット完売しまして、はい。もう大盛況でございました。でも声援なんかもね、やっぱすごい、もうなんやろ、出るたんびに、ふわーっとか、曲かかるたんびにこう盛り上げてくださったりとかね。で、まあちょっと日本のライブとはまた違うセットリストだったので、日本のね、こう人気の曲とか、今回このアニソンとかで踊ったりしたんですけれども、やっぱりアニソン人気、むっちゃ。もう、アニソンかかるだけで、ふわーみたいな。感じでね、すごくなんかこう日本の楽曲とか皆さんね、聴いてくださってるんだなっていうのも感じましたね。でもまあそのライブを終えまして、いよいよ明日が大阪のライブということなので、身も心も、成長した姿をね、ぜひ楽しみにしていてください。はい。そして、心斎橋パルコにてですね、ポップアップ期間限定オープン、こちらもしております。はい。こちらはですね、7月12日から7月15日でございますね。はい。期間限定で開催しますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てくださいね。アバンギャルディのいろんなグッズが売っております。よろしくお願いします。はい。ということで、今週のあかねクラブはですね、アバンギャルディのおかっぱトーク、そして新入部員候補連れてきましたのコーナーもございますので、皆さん最後まで楽しんでください。ということで、FM 大阪あかねクラブ、今日の1曲目なんですが、台北でね、ライブした時にですね、この曲をちょっとこう、やってみたら、爆上がりした。そんな曲でございます。私たちが、リールとか、TikTok とかで、動画を上げますと、もう、大バズりした曲でございます。前にもかけたことあるんだけれども、これが本当にね、台北でもすっごい人気だった。からちょっと皆さんかけてください。もう超トレンドでございますからね。はい、聞いてみましょう。エナジーでフライデーナイト。FM Osaka あかねクラブ。FM 大阪あかねクラブ、振付師のあかねです。それでは、アバンギャルディのおかということで、今週はこのお二人が来ました。自己紹介お願いします。長野アバンギャルディと、これですよ。まっちゃんアバンギャルディです。
よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ということで、台北から帰ってきたところ、はい。入りたてです。帰りたてでございます。本当に先週、アバンギャルディ初の海外ライブが、無事に終演しました。計4公演ですね。そうですね。やりました。計4公演。1公演1時間半。ほぼぶっ通し踊りっぱなし。ねえ、もう、ね、一番過酷でしたね。過去一でした。あら、そう。マジです。みんなで言ってました。こんなしんどいの初めて。そう、まあ、海外のライブということで、普段日本でやってるライブとかだと映像だったりとか、はい MC が入ってたりとかして、ちょっとまあ、なんやろ、ダンスだけじゃない部分にもチャレンジしてるんだけれども、今回も海外のライブということで、まあ、なるべく、まあ、トークとか映像とかよりも、しっかり踊りで繋いでいくライブにしようということで、はい。ほぼ1時間半踊りっぱなしの、どうしでね。ね。で、一番まあ、その、セットリストの中で、長い部分っていうのが、なんかメドレーでね、はい。展開していく。で今回だったらアニソンメドレーがあったりとありまか、すね。それから台北、その、まあ、現地で人気現地のの人気の、曲。そうだね、曲のメドレーがあったりとかして、そのメドレーがね、結構、メドレーでもう本当にね、14分弱。本当に。踊りっぱなし。そうそうそう。それがね、ちょっとなかなか大変だったりしましたが、まあ無事に終わりまして。無事にね、みんな怪我なく。そう。そこなんですよ。やっぱ、怪我、事故、なく、安全に。安全にね、終われたし、はい。まあ今回初めてそのアリーナ、今まではホールでのライブしかしたことなかったんだけど、まあその、なんていうの、アリーナでやったこともあるけれども、自分たちの単独ライブでっていうことでは、初めてしたね。そう、だから、ちょっとなんか普段とは違って、いろんな方向から見てもらったりとか、ランウェイもあったしね。ありました。そう。めっちゃ緊張そうした。だからそういうちょっと、まあ初めての舞台の、まあセットがあったりとか、特攻もね、シャーってね、CO2 が出たりとか、そうそう。そういうのも、とかそういうのも初めてやった。だからまあそれで、まあちょっと大変なところもあったけどね、無事に終わりました。帰ってきたところやで。帰りましたよ、ほんとにどうですか？お疲れ？もうね、今日来たら昼過ぎで。あらまあ。あれ何時間寝たんかなっていうぐらい。私はね、もう帰ってきてからもすごく、自分のことをすごい全然できてなかったんですよ。そうですよね。なんか、っていうのは、例えば、髪の毛を3ヶ月間切りに行けずで、そんなことある？美容院3ヶ月間放置って結構じゃない？いや、だってずっとあかねさん、もう、前髪嫌やそう、前髪が。気持ち悪いって。私のトレードマークの短い前髪がどんどん長くなっていき、で途中でそのアバンギャルディの、ヘア、髪の毛担当してくれてるはい。方に切ってもらったりとかして、ライブの合間に髪の毛が白くなって、そう、切ってって言ってねはい。なったりするぐらい、まあそのぐらいちょっと自分のことが全くできていなかったので、はい朝からやってきた。うわ、それ様でも鼻もズルズル。もずるずる。喉もガラガラ。ガラガラ。もう体が、体がやばい。ボロボロ。ボロボロ。メンバーよりあかねさんの方が、いやボロかもしれない。まあで、そんなことはないよ。あなたたちも。だからそのさ、例えばその1時間半踊り切っては、いどういう気持ちだったまっちゃんとかは。もう、終わった後はどんな？終わった後は、はけて、ありがとうございました。はけてきた瞬間、全員、床に転がり込んで、そう、スタッフさんにありがとうございましたって言いながらズサーって言って、あみんな足と手がもう床にガタってついて、すごいな。私はもうちょっとね、達成感でうるうる来ちゃった。泣いてましたよ、だから。キモいって。そう、泣いてて、初めしんどいんかと思って、大丈夫ですか大丈夫ですかって言ったら、ちゃうねん、ただ泣いてるだけやねん、大丈感極まった。夫やねん。そう。じゃあ、現地のそのスタッフさんも泣いてくれてて、うん。感激やった。みんなで、それでもらい泣きして、全員かびて泣いてました。なんでもう、舞台一緒で泣いてるみたいな。確かにね。確かに。でもほんまにね、ちょっと
大変だったけど、その分、すごくやりがいが、力になったよね。たちい。ろんなこと勉強になったし、できたなって。もう大丈夫っしょ、全然。なんかあれをやりきれたっていうのがちょっと結構自分の中ではプラスになった。なってます。だからもう、なったよね大阪が結構楽しみですよ。わかる。ここでちょっと何ですかね長野さんは、まあ結構最近ずっとアバンギャルディのライブの MC してるんですよ。で、海外のライブでも、海外でイベントするときとかも英語でなんか MC とかチャレンジしてやってるんですけど、今回なんか一番初め、台北のライブで、なんかコール&レスポンス最初にしましょうみたいな感じのコーナーがあっ初めて、てやりましたよ。そう。で、そこで、もう長野が、なんかもう、うるさすぎるっていうか、なんか声量バグりすぎてて。一個言わせてほしいんです。何まず、ステージから、うん自分の音量が聞こえいやいやるのと、じゃないやん。絶対それないじゃない。でもなんか、じゃあほんま、これ聞かされへんかな。じゃあちょっと聞いてください。でも、もう一つ言い訳があります。あかねさんがね、こう本番始まる前に、うん。お前にかかっているっていう、言うん、はい。ってくださったじゃないですそうか。はい、つって。ほんまそうに、曲中、全然聞こえへんから、もううんありえんぐらい声張って。そうよ。俺、あれ、ぐらい声、そうそう違う、そこじゃない、そこじゃないねん。もう私は、このコール&レスポンスが、一回これどうぞ、流してください、どうぞ。じゃあ、ここはまだいいねん。ここはまだいいねん。うるせえ。だから、早くしてくれ。これ、この前の、うるさい。じゃあ、いいねんけど、ここはいいねんけど、笑われてるし。うるさい。すごい。くる。してる私。うるさい。いやいや、これね、私たちに多分されてよかったっすよ。おっちゃんにも言われた。毎回やる。なんかおもろいね。何これ。まあとかが、なんか、うるせえ、まだなって、なんかしたことじゃないのに、なんか溜めて、もう、はよやれよ、みたいな、なんかすごいね。すごかったね。なんかそれが、長野すごいなと思って、この堂々と、ちょっと笑ってますねやんか。で、だからそれがさっきも、はい、じゃあ今日のゲスト誰ですかって言った時に、長野アバンギャルディですみたいな、この感じが、何歳っていう。まあ。こういうのが、長野らしくて、おもろいところで、これからもうるさいでいきますよ。ね、うるせえって。だから日本のツアーでも、なんかそんな長野が喋り出したら、うるさいなって、音量的にやるのは問題じゃないで。なんかうるさいの。なんか、っていうところがあるので、ちょっと明日、だからちょうど、そうですね。そう、大阪ラストなんで、あ長野のうるさいポイントをみんな見つけ出してほしい。もううるさいって。私喋り出す瞬間、あ、そう。そうじゃないですか。でもほんまに、ちょっとわからんけど、今長野ってそういう人。何事もうるさい。じゃあでも、だから長野もだから成長したから、明日のライブはちょっと頑張って。いろいろ勉強させていただいたんで。そう、それが見れるかも。今のうるさい MC が、見れるかもしれん。落ち着いてね。いや、じゃあもう、それで言ってください。満勤の長野で行ってほしい。だからそれをちょっと楽しみにしてるから、よろしくお願いします。シはい。じゃあちょっとまだまだ喋り足りないんで、ここで曲に行きたいと思います。はい。じゃあ、まっちゃんさん、はい。選んで。私が紹介する曲は、はいゆずさんの栄光の架け橋です。なんでなんでもう、リハとかない、ほんまたまに趣味程度にギター弾いてるんです。やば。あんまにかっこいい。部活やってたんですけど、そうですそうです。月の楽譜が出てきて、この架け橋、歌詞とかもめちゃくちゃ頑張ってる時に、やったらいい感じで心に響くので、
みんなも聞いてみてほしい。理由がめっちゃかっこいいです。かっこいいかかっこいいです。私はなんでギター一切できないんです。これ。別に。いや、初心者に弾きやすいみたいな感じですよ。あ、ギターっぽくないやろ。知らんけど。ゆっくりみたいな。ゆっくりね。ゆっくり。じゃあゆずさんで栄光の架け橋です。です。今日のおかっぱトークは、長野アバンギャルディ、抹茶アバンギャルディが来ています。はい。よろしくお願いします。お願いします。さて、メッセージをご紹介させていただきます。はい。東京都葛飾区、ラジオネームあーやんさん、20歳の方です。ありがとうございます。いつも楽しみにしています。東京公演2回行きました。最高でした。嬉しい。質問です。踊ってる時いつもどこ見て踊ってるんですか？何これ気になるな、私も。どこ見て踊ってるんみんな。質問。確かに何考えてるとかは聞かれますけど、見て。どこ見てるんほんまに。ほんまに、こう空を見つめ、空気っていうか、こう奥っていうか、どこ見てるどこ見てますでも、私は踊るパートで見てるとこ笑ってますよ。確かにちょっと。例えばなんか私、ソロを踊らせていただく機会が多いんですけど、その時は結構決めてるポイントがあって、なんか一番ほんまに自分に近い人を見つめる時とかもありますし、もう会場が広すぎる時とかは、もう一番奥の人を見たりとか、その場その場でお客さんを見てる。見たいです、その時は。もう全体の踊る時とかは、もう自分の正面の一点をもうずーっとぼーっと見つめながら、瞬きしないように踊ってます。まっちゃんは私も基本、前行って見てるんですけど、めっちゃ踊ってきてしんどくなってきた時とかは、パってメンバーの顔見たら、メンバーの顔がこう、ガッて、力入ってるんですよ。それをわざと見るようにしたら、自分も力入るから、疲れた時とか、確かに。なんか、例えば最後のカモメとかやったら、こうやってる時に、チャチャが飛ぶんですよ。親の時よ。ね、チャチャが飛ぶ時に、この飛ぶ助走のこの、下向いてる時のチャチャの目が、見えるんだ。決まってて、それとか見てます。たまにね、顔目あったりするもんね。ちょっと笑っちゃう。ああ、確かに。時にあるとね。なんかさ、みんながさ、おもろい顔してる時とか見て笑うことないんですか？笑いそうになるとか。でも変顔してればしてるほど、めっちゃ気合入ってんなって逆に、笑いたっていうよりは、入ってんなは。ああ、この人気合入ってんなっていう見方すんだ。そうなんだ。わかりますよ。じゃあ次の質問。ラジオネーム、埼玉市緑区のミントさん。中野ゼロ公演も渋谷に引き続き最高でした。ありがとうございます。大好きですと。質問ですが、今すごく忙しい毎日だと思うのですが、ポッとできるひとときってどんな時ですかって。気分転換できるものとかってありますか？なるほど。長野さんはある？私は、もう、大好きな、コーヒーを片手に、もうゆっくりする時間が一番好きですよ。カフェタイムって言ってカフェタイム、毎日飲むんだ。もう飲んで、リハの前とかに、朝とか。家に、コーヒー片手に、こう、する時間が絶対必要です。だから今日ね、会った時とかにメンバーに、今日もカフェタイムしてきたとか報告してますよ。カフェタイムしましたよ。まっちゃんは？私は、お風呂。確かに湯船、絶対に入浴剤入れるんですよ、大好きなんで。で、それで、こう、顔以外全部使って、瞑想すると。めっちゃいいですよ。リラックス。めっちゃ持ってるもんね、入浴剤。ナンさんにもあげました。そう、台北行った時に入浴剤をまっちゃんからいただきました。できるからって言って。でもなんか私もそういう人生を送りたいわ。じゃあなんかあんまりちょっと疲れそう言われたらホッとする人とき私してないかも。いいなーってめっちゃ今思った。なんかその、コーヒー片手にホッとかさ、なんかお風呂入ってほーみたいなのって。やばいないねんなー。なんかさ、見る時間がないなって今思った。ああ、もうずーっと。なんかでもちょっとやばいんやけど、例えばお風呂の時間も絶対に何かテレビを見てね。だから私さ、よく、なんでそんなに時間ないくせにドラマとか、バラエティ見てるんってめっちゃ言われてる。なんか、いつ見てるんやろうバラエティ絶対に、もう、
何にもそのテレビがついてない時間ないねん、私。いや、でもそれはそれでホッとしてるんじゃん。いや、ダメですよ。早死にしちゃいます、それは。すいません、違う。そうだありましたよね、今めっちゃ。何ちょっとリラックスしてほしい。そうやなって今思った、なんか、そう、瞑想とかしたことないなと思って。ずっと何かしらの音が流れてるってことですよね。音楽はでもあんま聞くと、なんかダンスのこと考えちゃうから嫌なんだよね。で、寝る瞬間も絶対人の声聞きながら寝るし、落ち着かない。ラジオ聞きながらじゃないと寝られへん。あー、でもそれ、毎日ですか？毎日。どんな時も。だからいいなって今思ったから、ちょっと、お風呂もあんまだから、浸からないんだよ。時間もったいないと思っちゃって。もう一回でも入ってみてくださいよ。だから昨日はちょっと入ったさすがに帰ってきた瞬間、なんかわからんけど入ったけど、なんかわからんけど入ってるのは。 5秒で出た。いいねーって思って、意味なかった。うん。でしょ。全然意味なかった。入浴剤も入れたけど5秒で出た。もったいな。ちょっとおこぼれもらいたい。ね、何がねほら、長野やな。いきます、次。はい。大阪府、大東市のミンクリマンジュさんからいただきましたあり。がとうございます。あかねさん、アバの皆さん、こんばんは。こんばんは。相葉丸葉粒拝見しました。ありがとうございます。はい。これ相葉さんの番組、相葉丸葉粒、はいえなりさんの番組ね、はい。のフェスに出演しましたよ、番組がね。ありがとうございました。えなりくんのマスクのリアルさに恐怖混じりの面白さを感じました。そしてそれ以上に皆さんの素早くて流れるような動きに見とれました。あかねさんの振り付けに毎回驚かされています。7月のセカンドライブの千秋楽、待ちきれません。明日やで。明日。皆さんに会うの楽しみですと。もし答えていただけるのであれば、丸葉粒の TikTok でバク転していたのが誰だったかの教えてほしいって。バク転はしてないしてんだよな。そう。そんなかっこいいことはできてない。誰長野マンギャルディです。またや。ね、これ。なんですよ。うるせえ。ね、バク転は私何あれまだ習得できてないんですけど。何してた後ろになんか手ついて片す。そうやね。あれ何なんて言うんでしょう。回転って言うんですかね。わかんないですよ。正式名称はわかんないんですけど、多分ブリッジの、なんか流れていくバージョンみたいな。はい。長野でした、あれ。長野がやる。でもね、あれも、本当に大好評で。ありがとうございます。フェスもたくさんの人に見ていただいて、ね。そうですね。その相葉さんのファンだったりとか、トラビスさんのファンの皆さんがですね、見ていただいたバンギャルディってすごいじゃんとか言ってくれて、ありがたかったですよ。ね、ファンの皆さん。会場でもね、結構、そうくださって、めっちゃ嬉しかったです、本当に。本当にすごかったよね、あの歓声がね。それが本当にすごかった。あんな中で、えなりさんのマスクで、踊り切りましたけれど。結構笑い声聞こえて、はい、踊ってて、やっぱ受けてるし、嬉しいわ、と思いながら。何やねん。でも楽しかったよね、あのフェスはなかなかね。楽しかった。なんか、結構一体女性のファンの皆さんばっかりの中で踊るってあんまり私たちの経験上はないというか、ほぼ女性の方だったから、なんかそれもそれでね、新鮮な。新鮮でした。でもなんか皆さんね、本当ね、見てくださる皆さんもなんか、子供を見るような目と言いますか、そう、本当にアバンギャルディのことを見て、すごいなんか、優しい目で見てくださってたなっていう印象もありましたね。はい。はい、でも、またその丸葉粒の方では、放送、なんか、裏側とかが、結構放送されるみたいですよ。ドキドキや。はい。なんで私と相葉さんがどのようにして、フェスに向けてね、コラボに向けて、作品作りしていったっていうか、だから相葉さんも3年半ぶりのパフォーマンスやったってですよね。すごい。そうだ、それの、私は振り付けをさせていただいたんだ。一緒に立たせていただいて。すごいよね。同じステージに立たせていただけて。本当にありがたくて。光栄でしたよ、本当。ね。で、その記念すべきライブも無事に終えて次の
日は中野ライブもあってという。はい。もうゴールドな一週間でしたね。そうでございま。す。はい、次紹介します。はい。こちらも、埼玉市緑、また緑区のミントさん。ごめんなさい、また選んじゃって。ちょっと。緑区のミントさん、2回目。質問です。はい。皆さんの大阪のお土産で最強のおすすめなんですかと。いろいろありすぎて、と悩んでしまうので、こういうというものがあれば教えてくださいと。ミントさんはね、埼玉から大阪に来てくれるって。おー、ありがとうございます。いうことなんで、そうなんでございます。だから大阪のお土産、おすすめはだから明日なんか大阪のライブもあるし、なんかこう来てくれた人が、大阪のお土産ね、持って帰るときに何も買っていったらいいかな。難しいですよね。いっぱいあるから。めっちゃいっぱいある。何私のおすすめは、食べ物じゃないんですけど、はい通天閣のストラップ。なんでストラップ大好きなんですよ。かわいい。私も一緒。なんかお菓子とかよりも、ストラップ系の私好きで、なんでや形に残るのが可愛いじゃないですか。いやいや、ちょっと待ってよ。だからなんかたこ焼きのストラップとかがめっちゃ好きなんですよね。いやー、それはちょっとやめましょあ、やめましょう。う。私は真逆。食べ物だってその残ったってさ、困るって。そのなんか、なんでってなる。私たちが遠征行った時も、食べ物よりも、それでストラップ買ったりとかするんですストラップ選んじゃうんですよ、私。逆やった。そうや、私はもうできるだけもう消耗できるもので、でもなんかそうやな、最近だから何がいいか、でも絶対なんか私、好きなのは、あれ、安友さんがやってるやつ、あれめっちゃ好きやねん。あれ、美味しいね、もちもちしてる。もちまろかやったっけ違うっけもちまろかや。もちまろ。もちまろかね。もちまろか。もちまろかがめっちゃうまい。私あんまり甘いもの好きじゃないんだけど、もちまろかめっちゃ美味しいね。餅って聞いただけでね。餅じゃないで。でも全然餅じゃなくて、俺あんこかな好き。あんこっていうかあんこじゃないかも。なんか嘘かも。餅まろかってあれ中身何わからんけどめっちゃ美味しいねん。ミルクまんじゅうやって。これな、めっちゃうまいねん、これ。そう、もちまろか、これ安友さんがもうバンって出てるから分かりやすい。つともさん。そう。はい、もちまろかか、あとは、でも、そうやな。でも大阪って言ったらやっぱ551。いやでもさ、持って帰るのちょっと大変やん。いや、だから冷凍あるんやけど、ちょっとどういう状況かも不明やから、結構やっぱり、食べるのはめっちゃ美味しくて最高なんやけど、もしもその後にライブとかだったらちょっと、匂いがするかもしれない。ちょっと、この人551行ったなとかわかるかもしれないよ。だから終わってからとかって OK。なんか、脈々グッズとか。脈々グッズ今めっちゃ欲しいんですよね。なんかめっちゃ可愛いのいっぱい出てる。可愛い。なんか、それは大阪っぽいんじゃない？大阪確かに。いいですね。ありですね。まあ、消耗品じゃないかもしれないけど。だからシールとかも売ってるし。脈々のグッズを。なんか、わからんけど、脈々グッズとかは今いっぱいあるよっていう感じだな。そういうことでございましたはい。はい、ということで、いっぱい喋っちゃったけれども、はい。いよいよ明日が日本のアバンギャルディのツアー、セカンドワンマンライブ、宣戦布告、ラストでございます。マジかよ。なんか感動する。ね。何がやねん。今だ、始まったなんか感動するって何やばいっすね。やばいですよ。そうやな。みなげてます。やる気。わかるのよめ。っちゃ楽しみやもん。なんかそう。なんか今までの全部集大成ってこともあるし、ファーストワンマンの時は、一発目が大阪やったから、はい。そう。だから、ね、凱旋なんか全部を回ってきて、私たち地元大阪で、なんか全力で、その全てを詰め込んでやるよっていう気持ちだよね。本当にその通りです。もう。全部をね、全部の経験値をここで出し切出し切る。絶対に、だから今まで全部見に来てくださってるね、ファンの皆さんもいるんだけれども、はいちょっとまたさらに、パワーアップした姿を絶対見せるよね。はい、もちろん。だからちょっとみんな楽しみにしといてほしいな。してほしいですよ。ほんまに。楽しみやな。前日前日。きっと、はい、楽しんでもらえるかと思いますので、はい
そしてグッズとかもね、売ってます。で、そうそう、これも言わなきゃじゃん。ちょっとこれじゃあお伝えして。震災橋パルコにて、はいアバンギャルディザ・ポップアップが、はい。 7月12日、金曜日。金曜日から、開催されております。 7月15日の月祝までですね。はい。はい2、3、4、5、4日間。 4日間。はい。こちらは朝の10時から夜の8時までやっております。日本でははい、まだゲットできなかった、うん。台北公演で、他で初出しのグッズ。がゲットできるチャンスです。あとはね、パルコがもう先行発売商品もありますよ。はい。なんか T シャツとかがめちゃくちゃ、はい。実写の T シャツですよね、確か。なんか新しいのが出てます。ねあれめっちゃ好きです、私。めっちゃかっこいい。ピンバッジもあります。ピンバッジ。なんかもうとにかくいろいろあるみたいなので、はい。ちょっとぜひ覗きに来てください。いらっしゃってください。はい。それから、あとは、また香港でのライブもございます。はい。はい。そちらはまだチケットは発売中だと思います。ぜひね、日本の皆さんも、海外のライブまた違うので、違いますよ。そうね、内容が全然違うので、ぜひお願いします。はい。ということで、もういよいよ明日でございますので、明日、みんなで楽しみましょう。楽しみましょう。はい。ということで、以上でございます。じゃあ、最後に長野さん。はい。じゃあ、曲お願いします。はい。中野ゼロの時もはい。言ったんですけど、うん私、今日何って言った今。私、めちゃくちゃサブカル好きで、はい。ここでじゃあサブカルの曲を一つ。サブカルの曲って何サブカルの曲。日本のサブカルチャーの文化を取り入れた曲を、取り入れた取り入れた曲。アニメソングですか？はい、ボカロソングですね。ボカロソングです。はい。ネルで、はい。How to 世界征服。聞いたことない。